ひまりちゃん、今月のレントまだインボイスが届いてないんだけど、滞納4ヶ月目、トータル24万6千円。ちょっと待ってください。今超大事な作業してるんです。人生を変えるレベルの。へえ、どんな崇高なタスクかしら。ネットでお金稼ぐ方法を検索してるんです。副業、すぐ儲かる、楽で、もう2時間やってます。2時間検索して0円。その2時間で働いてたら2000円は稼げてるわ。あなたの時給マイナスね。パソコン1台でミリオネアになった人なら実際にいるわよ。しかも4ヶ月で初期投資7500円。大学の学費を稼ぐためにね。7500円？それ私の3日分の食費ですよ。いや、2日分かも。1日半。1日半の食費で億万長者？ミリオンダラーホームページ。2005年にイギリスの21歳の大学生が作ったたった1ページのウェブサイトよ。ミリオンダラー100万ドル、1億5000万円のホームページ？コンセプトはこれ以上ないほどシンプル。 1000×1000 のピクセルグリッド、合計100万ピクセル。これを1ピクセル1ドルで売る。以上。ピクセル？画面の点々ですか？1ミリもないやつを売る？人に？お金で？会社のロゴよ。ありじゃないわ。そしてここがクレイジーなポイント。初期投資50ユーロ、日本円で約7500円。ドメインとサーバー代だけ。売上1億5000万円に対して原価7500円。原価率 0.00 ローホ%。人類史上最も低い原価率のビジネスかもしれないわね。0.005%？ ペットロックとか缶詰空気の原価率も大概でしたけど、次元が違う。むしろ原価あるのかこれ。ペットロックは石を拾うエフォートがあったけどね。こっちは HTML ファイル1枚よ。さて、ここからこのシンジケートの始まりを見ていくわ。アレックス・テュー、21歳、イギリスのウィルトシャーという田舎町の出身。ノッティンガム大学のビジネスマネジメント学科に入学が決まったばかり。親近感を持つのは自由だけど、あなたと彼の共通点はお金がないという一点だけよ。2005年8月、彼はベッドの上で学費ローンの恐怖に怯えていたの。イギリスの大学の学費って年間約150万円。それが3年分。彼はその夜、ノートにアイデアを書き殴った。100万個のピクセルを1ドルずつ売れば100万ドルじゃん。ビジネスプランというより小学生の算数よね。いやでもこれ天才じゃないですか。シンプルすぎて逆に誰も思いつかないやつ。実はね、アレックス自身もこんなバカなアイデア、でもバカだからこそ話題になるかもって思ったらしいの。ストラテジーの核心はプロダクトじゃなくてバイラリティ。バカとバカなアイデアは別物よ。で、彼はわずか50ユーロでドメインを取得してサイトを公開した。2005年8月26日。書けない自己申告いらないわ。重要なのはプロダクトの完成度じゃなくてコンセプトのインパクト。ここから彼の営業が始まるの。サイト公開初日、アクセス数0。2日目0。3日目0。注文も0。そこでアレックスが最初に頼ったのは友達。自分のバンドをやってる友人に頼むから買ってくれと泣きついたの。友人は400ピクセル、つまり400ドルを購入。その後、友人や家族を片っ端から回って2週間で4700ドル、約70万円。そこが彼のビジネスセンスの見せどころ。普通の人なら初期売上でやったーって喜ぶでしょ。
彼はその売り上げの一部を PR に回してプレスリリースを打ったの。稼いだばっかりのお金を PR に？私なら業数で1年分の食料買いますよ。カップ麺350個と冷凍うどん800玉で。その発想がビジネスセンスゼロなのよ。彼は PR 会社にプレスリリースを作らせた。大学生がピクセルを1ドルで売って学費を稼ごうとしている。ストーリーのパワーを理解してたの。部学生がバカなアイディアで夢を追う。確かにニュースになりそう。少年漫画の第1話みたい。でも少年漫画とビジネスの違いは友情、努力、勝利じゃなくてキャピタル、 PR タイミングよ。そしてこの投資がとんでもないリターンを生むの。PR 会社のプレスリリースに最初に食いついたのは BBC とガーディアン、イギリスの2大メディアよ。 BBC？ 日本で言ったら NHK ですよね。大学生のピクセルサイトが NHK に載るって。 BBC 法の威力は凄まじかった。翌日からサイトへの問い合わせが殺到。1ヶ月で25万ドル、日本円で3750万円を突破。1ヶ月で3750万円？私の年収の何年分？計算できない。電卓貸してください。電卓使わなくていいわ。答え聞くと泣くから。そしてアレクサランキングで世界3位に躍り出た。1位がブリトニー・スピアーズ、2位がフォトディストリクト・ニューズ。ブリトニーの次？ピクセルの点々がブリトニー・スピアーズの次？嘘でしょ。Oops, I did it again の次に Oops, ピクセル売っちゃったですか？そのツッコミのセンスは嫌いじゃないわ。でもまだ止まらない。2ヶ月で50万ピクセルが完売、1400社が購入、1日のユニーク訪問者が10万人。一つも成功していないわ。ゼロ。これがファーストムーバーアドバンテージ、先行者利益の典型例よ。2番目にやっても意味がないビジネスモデルなの。そのメモ、後で自分で読んで泣くことになるから覚えておいてね。さて、物語はここから急展開するわ。残り50万ピクセルの販売中にとんでもない事件が起きるの。2005年12月末、29万9000ピクセルが完売。残りたった1000ピクセル。アレックスはこの最後の1000ピクセルを eBay オークションに出品したの。最後の1000ピクセルをオークション。レアカード商法ですね。ところが2006年1月7日、アレックスのもとに一通のメールが届く。差出人は The Dark Group。 内容は5000ドル払え、さもなくばサイトをダウンさせる。典型的な DDoS 攻撃の脅迫ね。アレックスの判断は即座に無視。理由はシンプル。一度払ったら次は10倍要求してくる。脅迫には屈しない。そして1週間後、2通目のメールが届く。今度は金額が10倍の5万ドルに跳ね上がっていたんだけど、ひまりちゃん、この英文を読んでみて。Hello, your website is under us attack. To stop the DDoS, send us $50,000. ちょっと待って。アタックってアタックでしょ？ヨアが You だし、アンダーアスって何？ Google 翻訳すら使ってない。銀額は10倍にアップグレードされたのに、英語力はダウングレードされてるのがポイントよ。脅迫文に文法力は不要ってことかしら。でもね、英語力はポンコツでも技術力は本物だった。DDoS 攻撃が発動してサイトが1週間ダウンしたの。1週間も？1億5000万円のサイトが英語力2の男に止められた。FBI とイギリス警察が共同で捜査に乗り出したわ。攻撃の発信源はロシアと推定。 FBI？ ピクセルのサイトで FBI が動く
じゃん。ピクセル捜査班じゃん。ピクセル捜査班は実在しないわ。でもこの事件がさらにメディアの注目を集めて、逆にサイトの知名度が上がったの。ピンチをチャンスに変えるとはまさにこのことね。そして eBay オークション終了。最後の1000ピクセルの落札価格は38,100ドル、約570万円。1000ピクセルに570万円 ?1 ピクセル5700円？最初の100倍じゃないですか。これがオークションの力。最終売上合計103万7100ドル、日本円で約1億5500万円。初期投資50ユーロからの ROI 約2万倍。ROI 2万倍。ペットロックが数千倍、缶詰空気が数万倍。この番組で紹介するビジネス ROI おかしくないですか？そしてアレックスは大学を1学期で中退したわ。起業家になると宣言して。大学辞めちゃうの？せっかく受かったのに。学費を稼ぐために始めたのに学費がいらなくなっちゃった系？借費を稼ぐプロジェクトが学費の300倍のリターンを出したら大学の意味を再定義するわよね。 ROI のスクランブルよ。でもここでハッピーエンドにはならないの。物語の本当の山場はこの後よ。大学を辞めたアレックスは次のビジネスに取り掛かった。ピクセロット、ミリオンダラーホームページの変形版よ。あれ、また似たようなの？柳の下の土壌ですか？そう、まさにそれ。結果は失敗。さっき自分で言ったでしょ。先行者利益がなければ意味がないって。模倣サイトが全滅したのと同じ理由よ。次に1 million people、 ソーシャルネットワーク系のサービス、これも不発。そしてポップジャム、コンテンツ共有プラットフォーム、最初の構想通りの大成功とはいかなかった。どれもミリオンダラーホームページほどのインパクトは出せなかった。それはきつい。精神的にかなり追い込まれたわ。本人も後年成功の裏でかなり苦しかったと語っている。100万ドル稼いだ若者が苦しんでる話なんて誰も聞きたがらないって。成功した人も苦しむんですね。お金があっても心が壊れたら意味ないんだ。ジェンらしく真面目ね。でもそうよ。ワンヒットワンダー、一発屋で終わるか、本物のアントレプレナーになるか、ここが分水嶺なの。人脈が上手くなってきたわね。でもここでアレックスはあるものを思い出すの。14歳の頃から続けていたある習慣を。その習慣は瞑想、マインドフルネス。14歳から毎日続けていた瞑想がどん底の彼を救ったの。でも自分が救われた瞑想をなんでアプリにしようと思ったんですか？自分だけの処方箋が同じ悩みを抱える何百万人にも届けられると気づいたの。これがプロダクトマーケットフィットよ。2012年、アレックスはマイケル・アクトン・スミスと共同で新しい会社を立ち上げた。名前はカーム。瞑想とマインドフルネスのアプリよ。でもね、ビジネスの本質は同じ。シンプルなコンセプトで多くの人のニーズに応える。ピクセルは企業の目立ちたい。カームは人類の心を休めたい。スケールが違うだけ。カームは成長を続けて企業価値20億ドル、日本円で3000億円。アップルアップオブザイヤーも受賞。ティータン億円？ミリオンダラーどころかビリオンダラー？桁がもう意味わかんない。アレックスは共同創業者として相当なリターンを得たとみられるわ。50ユーロのドメイン代から始まった旅がここまで来た。これがコンパウンド、複利の力よ。1ピクセル1ドルの男が世界中の人の心を穏やかにしてる。なんかすごくいい話。
ところがひまりちゃん、いい話で終わらないのがこの番組よ。20年後の今、milliondollarhomepage.com はまだ公開されてるわ。でも2019年の調査では約 40% がリンク切れ。今はさらに増えているかもしれない。でもページ自体は残ってる。デジタルの記念碑ね。さて、この物語から学べるレッスンを3つまとめるわ。教訓その1、ファーストムーバーアドバンテージ、先行者利益。模倣サイトが数百個出現してゼロ成功。このビジネスモデルは2番目に価値がない。教訓その2、PR 投資のリターン。4700ドルを全額マーケティングに投じた判断。稼いだお金を次のレバレッジに使う発想がキーだったの。そして教訓3、失敗は通過点。うまくいかない時期を経てカーム。1.5 億円の男が3000億円の企業を作った。一発屋で終わるかどうかは転んだ後に何をするかで決まる。失敗は通過点。私も通過点の途中にいるってことですよね。まだ成功してないだけで。リチさん、私決めました。ミリオンダラーホームページ、私もやります。さっきの教訓その1、もう忘れたの？先行者利益。2番目に意味はない。ましてや20年後の数億番目に意味があると思う？大丈夫です。差別化します。名前はミリオン円ホームページ。1ピクセル1円で100万円稼ぎます。ドル建てじゃなくて円建てな時点でスケールが100分の1なのと、差別化が為替レートだけなのが致命的ね。1週間後で何ピクセル売れたの？ゼロです。1ピクセルも売れてません。アクセス数は1日3件、うち2件は自分です。唯一の購入者はルイラさんが1ピクセル1円。哀れみってコメント付きで。フィランソロピーよ。慈善活動。アレックスも慈善団体に寄付してたでしょ。私はあなたに1円寄付したの。しかもサーバー代3万円とドメイン代2万円で合計5万円の赤字です。売上1円、原価率500万%。アレックスの原価率 0.005% に対してあなたは500万%。ちょうど10億倍の差ね。これが先行者利益の破壊力よ。というわけで今回の損失5万円を借金に加算。累計借金額は59万6千円よ、ひまりちゃん。うわー、また増えた。先行者利益がないから20年遅いからっていうか、アレックスと同い年なのに何この差。ええ、来月の家賃ピクセルじゃなくて4円で払ってね。1ピクセル1円だと24万6千ピクセルになるけど、そんなに画面ないわよ。ピクセルで家賃払えたら最高なのに。今日はここまで。登録よろしくね。